こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。えーっと、前回の動画結構反応がすごいあって、300件ぐらいコメントいただいてましたね。ありがとうございました。うん。やっぱなんかああいう感じの、なんか動画っていうかね、もっと撮っていきたいなと思いましたね。で、だからちょっと話変わるかもしれないんですけど、昨日すっごいさ消化体が痛くて、ここのね、ここがもうガンガン頭がガンガンみたいな感じで、結構あった方いたかな、なんかあったのかな昨日。昨日も半日だいたい今日もそうなんですけど、私ほら最近何か変わってきたりしてるのは、好きなことが出てきてるんですよね。いつも言ってるこう安心ほっとするリラックス、好きなことをやる、無になる、これが要はハイヤーセルフの進み方というか、これが私たちの本来の宇宙と同調してる流れなんですよね。で、ほとんどの一日のうちだいたい安心ほっとするリラックスが、ほぼ95%ぐらいなんですよね。それはもうずっと変わらず、昨日も今日もだから本当にゴロゴロしてんですよ。ずっとゴロ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 してて、で今ちょっとインドのこの何ていうんですかね、陽気があんまり良くなくて、台風がね来てるからスリランカ行っちゃったとかしたかな。だけどやっぱり今なんかちょっとすごいんですよね。風もすごいし、雨もすごい降ってたんですね。なんかそれもあるのかなと思うんですけど、すっごいこう眠くてずっとゴロゴロして、ぼーっとこう物思いにふけてるとか妄想してんですよね。妄想してニヤニヤして寝て、ご飯食べて寝てみたいな。でもご飯もあんま食べたくないから食べなかったりとか、そういう感じのペースの中に、だから好きなことが入ってきたんですよね。好きなことをするってことはさ、やっぱ何かちょっと行動が入ってくるんですよね。だからそれも宇宙の流れなんですよ。でも基本的には95%ぐらいは妄想してますね。あとはゴロゴロしてるっていうか、そうそんな感じかな。だから本当自分のペースっていうのをね大事にしていただければいいんじゃないかなと思います。で、この間の書き込みの中にねあった、死生観っていうの、死とか、生まれるとかね、死ぬとか、あとは病気がんの方が一人いて、その方の書き込みの中にこう安心とかね、ほっとしてたんだけどがんになっちゃったみたいな感じだったっけな。なんかそういう方、私の知り合いの方でもいて、あとその私のお兄ちゃんとか親友2人亡くなってるんですけど、やっぱり死生観っていうところはすごく私にとってもすごく大きなやっぱり気づきがあったので、それについてちょっとお話ししたいなと思っています。でまずこう病気っていうのは、私たちって結局波動なわけだから、この波動が体の中に入ってるんですよね。波動が体の中に入ってるから、この肉体が傷つくっていうのは、要はこの波動エネルギー体の私たちはやっぱオーラがね、こう肉体のがあるんだけど、やっぱこうオーラっていうのが何層にもなってるんですよね。そうで、その精神的な、だからこうメンタル体とかあるんでね、オーラの中に。そうで、精神的なもの、要はその肉体が病気になるっていうのは無理をしてるっていうのかな。いろんなね持病なんていうのかな、生まれつきとかの場合はちょっとわからないけど、途中から何かなったりするってことは、やっぱ宇宙の流れに逆らったことを自分がしてるっていうことだと思っていただきたいんですよね。無理してるっていうのだから結局さ、無理しない、だからそのままでいれば完全な状態なのに、無理をしろっていうのが今までの地球だったわけだから、そこに自分がさ頑張って合わせようとしてたんですよね。すごい頑張って偉いんだけど、それは結局なんていうの、間違えてたというかね。あの
そうこれが本当のからくりだったっていうことだから、その今はそういう病気になったっていうことは、そこで何かやっぱりこう方向転換するために肉体が教えてくれてたりするっていうことだと思うんですよ。肉体、あとはもう本当出来事としてそういう大きなこと、結局オーラの方から傷ついてって最終的に肉体が傷ついてくるから、その予兆というかね、事前にそういう風なこうやっぱり考え方とか価値観とかそういうものの何て言うのかな、未病というか、なんかそういうことはね多分事前にあったと思うんですよね。だけどそういうものも無視して、無視してっていうかね、もうそうしなくちゃいけないような地球だったから、本当にね、その人は自分を責めなくて全然いいですしなんていうのかな、それも一つの体験なんですよね。そうだから、そういうものに対してなんか全然マイナスじゃないというか、ただその肉体が傷ついてるっていうことは、肉体の方にね病気っていう形で出てるっていうことは、そこで何か気づくためにやっぱりストップがかかってるっていうことだから、それについて自分がどういうふうな逆らったことしてたか、だから無理してたか、何を無理してたかなっていうことに気がつく必要があるっていうことだと思うんですよ。だから安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になる以外のことを頑張っちゃってたって感じだと思うんですよね、自分が。そうだな、私の友達とかを見てて、がんになった人が、お兄ちゃんもそうだし、友達一人そうでしょ。でこの2人を見てってちょっと分析するとお兄ちゃんの場合はね、こうしなくちゃっていうね、かたくなな考えがすっごい強くて、で何て言うのかな、普通にこう会話しようとしてももうねシャットダウンされちゃうんですね。自分の考えがなんていうの、バシッとあって、それが間違えてるんですよ。間違えてるっていうか、なんか例えば私とかだったらいいじゃんってなるんですよね。そういうのもあるんだっていう感じで、もう全部受け入れちゃうんですね。否定しないんですよ。だけど自分の考えっていうのがこれじゃないとダメみたいな考え方があると、違う人の話が入ってくる時に違うっていう感じで、それは絶対違うみたいな感じで否定が入ってくるから、毎回否定してると、その否定する時ってすごい体緊張するんですね、グッて。だからこういう感じで多分こうなんていう考え方のこうじゃなくちゃいけないっていう考え方とかが結構あったりする人多いのかもしれないよね。そういう場合はやっぱりこうもっと柔軟になるために、だって何だって宇宙が何だっていいわけだから、全部受け入れていった方が楽なんですよね。いろんな人がいるし、いろんなことが起きるわけだから、いいじゃん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 みたいな全部いいじゃんみたいになってると、要はゆるゆるで楽で、なんていうのかな、で結局さ、血流だと思うんですよね、肉体。オーラから体に入っていくけど、体がね病気になるっていうのはやっぱ体がねグッて力入るんですよ。力が入ったりなんていうのかな、息が止まったりするんですね。呼吸がすごい浅くなったりとか、だから自分の要はペースじゃない時っていうのは呼吸が浅くなったりするから、そうするとほら血の巡りが滞ったりして、で不調が出てくるのかなと思うから、やっぱ本当にその自分を緩めていくこととか、そこで何をやっぱりねなんだろう、気づくかっていうことだろうな。お兄ちゃんの場合はそういう感じで、ちょっと考え方が本当になんていうの、普通の会話が前はできたんだけどね、なんか大人になった時になんかできなくて、そうだな、最後のやっぱ亡くなる時とかはでも本当にすごくいい顔してたんだよな。本当に話し合えたっていうかな、あれだったんですけど、考え方はこうじゃなくちゃいけないっていう考え方はあんまりない方がいいかもしれないね。あとはね、もう一人の友達の場合は頑固だな、頑固だったな。柔軟な部分もたくさん持ってるんだけど、頑固だったのと、あとはその自分の考え方の、だからこうなんていうの、インナーチャイルドかな、インナーチャイルドが強かった気がする。小さい時に、お母さんが早くに亡くなった子なんですよね。それでやっぱりその小学生の時に亡くなってるから、そこで負けたくないみたいな、そうやってかわいそうだって思われたくないってずっと思ってたみたいで、そ
こでね結構自分がもう本当にいろんなことが完璧にできちゃう子だったんですよね。だから完璧主義みたいなのもきついと思う。多分わかるんじゃないかと思う。完璧主義なんて私もあったけど完璧なんてないですから完璧主義あったっていうか意味わかんないあっただったななんかそうだけどやっぱりそこで無理してたりしてたんだよね。だからそういう小さい時からだから本当にその子が悪いとかそういうことじゃなくてただ考え方の癖が入ってるってことだからそういう考え方の癖を今本当に外す時だし体に不調が出るっていうことは結構凝り固まった考え方がある偏ったなんていうの思い癖があるっていうことで教えてくれてるってことだから柔軟になるように並木さんの統合のワークとかブロック解除とかでどんどん何でもいいやっていう感じで緩ましてあげるといいと思うんですよね。そう精神的な病に関しても同じかな。やっぱりこう無理しだから結局さ自分がそのままであれば完全な状態なのにそれに対してなんか頑張ろうとしたり無理をしてきたって感じかな。だから、何かだから会社行かなくちゃとかなんだろうな誰々のようにならなくちゃとかね。だから自分のさ気持ちが置き去りになっちゃったりしてなんていうのかな自分自身がやっぱりこう悲鳴を上げてるんですよね。だからもうその内側をしっかり見てあげるっていう感じをしていくといいんじゃないかと思います。全然マイナスじゃないと思うが本当にそれは体も教えてくれてるしそこまでやっぱり体験としてはもう究極的なとこ体験したかったっていうことだと思うからそうだけどそこからね今気づきとして、自分自身がこうなんていうの変わってもっとこうそのままの自分でいいこととかあとは何ていうのかな柔軟になることかなやっぱり。だからそういうのにすごいブロック解除とか有効だと思いますのであとね私も一回手術、病気になったわけじゃなくて帝王切開してるんですよねインドで初めて切ったんですよ体を。でそこから子供を出したじゃないですか。それでね傷とかやっぱり手術したりした後の傷とかすごい痛いじゃないですか。したことある方分かると思うんだけどもうずっと痛かったんですよね。でその時にやっぱりそのズキズキしたり病気とかねなんか癒着とか大丈夫かなとか私も気にしたんだけどその時にどういうふうにしたかっていうのはやっぱりそこの部分に意識向けないっていうのをやるんですね。必要以上に痛いんだけどやっぱり意識向けないようにしたりブロック解除で書き換えてもう痛くないようにしちゃうみたいななんかこうちょっと気持ちをそらすっていうことをよくやっててそうするとそこのだから強くそっちが大丈夫かなとかなんかこうなっちゃうんじゃないかなとかね不安な気持ちが出てるとあんまりこうやっぱりまた血流が良くなくなったりとかねなんかいいことはあんまりないと思うから私はなんかそういう痛いのとかも嫌だから気持ちを向けないっていう風にしてたんですよねずっと。そしたらね結構早かったですね。治りも早かったしそうだないろいろやけどした時とかもよく使うんだけど私は気持ちをねそこに向けないんですよ。あちーってなった後も向けないんですよ。何もなかったかのようにしちゃうと治っちゃうんですよねそうなんかこういう感じで必要以上に気持ちを向けないっていうこととあとはそこでのなんか自分自身が何を感じるかっていう感じなんだろうなと思います。あとはそこの病気の人がね家族にいる人っていうのはそこで何を感じるか何を学ぶかっていうことですね。必要以上にだからそこで学んだら必要以上に深刻になる必要はないんですよ。もうもっともっとこれでなんとか頑張んなくちゃとか頑張りすぎてるから病気になってるから頑張んなくていいっていうことなんですよねそうこれが結局宇宙の真理ですから宇宙の流れだから、安心ほっとするリラックスだな、それをやっぱり心がける方。あと不安な気持ちが出てくると思うんですけど不安な気持ちを認めてあげてくださいね。無理して違う方向に何て言うのかな背けるこうなっちゃうんじゃないかああなっちゃうんじゃないかって思っちゃうと思うんだけど思っても全然いいっていう感じで認めてってあげるといい。ただ必要以上に深刻になる必要はないからそういう時に書き換えていくといいと思うんだけど何て言うのかな不安だったり怖いなっていう気持ちが出てきた時に無理に安心するほっとするっていう風に持ってこない方がいいですね。
ここはねやっぱりその時の自分の気持ち、やっぱ地球に体験しに来てるから、その感情っていうものも、一度はちゃんと認めてあげないと、一度はというかね、ちゃんと認めてあげること、どんな時でも自分の感情を認めてあげるっていうのが大事だと思います。で、人間って結局さ、生まれて死ぬっていうことをやっていますけれども、死なないんですよね。やっぱり死なないっていうのはそんな終わりはありますけど、肉体、今回はね肉体の終わりはあるんだけど、やっぱり亡くなった後に違う次元に行くんですよね。違う次元に行ってまた違う次元の体験をするっていう感じだから、もう本当始まって終わるっていう、だからもう必要以上に恐れる必要もないですし、体験しに来てるっていうことをちょっとクールにね感じるといいんじゃないかなと思います。あとはだから病気っていうこととかに対してなんかすごく反応する人いるじゃないですか。病気、これは何だろうね、あと薬とかね、なんかそういうものも薬も必要だと思ったら飲めばいいし、なんか結局宇宙って何でもいいんですよ。海洋あなたがやりたいようにやってくださいっていう感じだから、ただ意識を向けることが現実になってくるから、これが必要と思ったら必要な現実がずっと来ると思うし、必要ないと思ったら必要ない現実が来るみたいな感じになるから、なんていうのかすごいシンプルなんですよね。だから自分がやりたいように実はやっているっていう感じだから、そう何かねここの部分を少し多分クールになった方がいいんじゃないかなと思いますね。病気とかに、私はねやっぱあんま病気とかに興味がないんですよね。なったことはあるよ。なんかすごい体調悪くなったりとかもあったけど、だけどあんまり考えてないっていうかなんだろう、そうだな、あんまり考えないんだよな。なんでだ、バカなんだろうねやっぱな真面目にね考えすぎない方がいいよね。真面目に考えすぎちゃう人は多分なりやすいんじゃないかと思うから、真面目になりやすい人は特に書き換えていく、こうじゃなくちゃいけないっていうさところが強いってことだと思うから、書き換えていくといいんじゃないかと思いますね。はい、そんな感じですなんか参考になったか分かんないけど、私の、死生観っていうかね、そういう感じで、あと病気に対しての考え方は宇宙的にねこういうことが分かってからは、だからもう人が亡くなるとか自分が死ぬっていうことに対しての恐れはもう全然ないですね。そう今亡くなった、友達とかお兄ちゃんとかもやっぱり今つながるんですよ、こうやって意識向けると。そうこれはもうだから私が亡くなった後にもこうやって簡単にみんなもつながれちゃうと思うしなんだろう、そういう感じだと思うから、なんかすごいよね。なんかね気づきになったらいいなと思って配信しました。ではまた撮ります。